かぶじいさん。はい、こんにちは、かぶじいさんです。今回ね、冒頭からいつもと違う動画の様子でスタートしてます。はい、クロスカブでの走行シーンではなくてね、ご覧の通り、車でですね、家内と一緒に長野県は白川湖方面に小旅行に行った時の様子を動画で流してます。なんでこんな動画になってるかと言いますとですね、はい、皆さん今本当に連日の猛暑ですよね。熱帯の日本列島の中でね、私かぶじいさんも今ちょっとクロスカブ小次郎に乗ってツーリングに出る気力がちょっと出なくてですね、65歳になって体の変化っていうのもありましてね、去年とは違ってこの猛暑の中をバイクで走れる気がしないというか、なんでしょう、ちょっと熱中症になるんじゃないかという、ちょっと怖さがあります。日頃会社へ通勤する時もですね、会社に着く頃にはもう頭がちょっと熱気でぼーっとしてね、クラクラするようなこともありまして、明らかにこれちょっと体がこの暑さに参ってるのかなと感じてます。で、無理してクロスカブ小次郎に乗ってですね、バイク事故なんて起こした日には目も当てられないので、今はちょっと無理せず自粛してですね、車でちょっと楽に楽しもうかななんていうことで、長野県へのね小旅行の様子を動画でお届けしながら、65歳雇用延長中サラリーマンのかぶじいさんがフル就労から部分就労に変わってみてどんな感じかをね、皆さんにお伝えできればと思います。実は前々から私こういった人生観の話とかそういったお話を、自分が考えるところを語る、そんな動画をやりたいなと思っていました。私がいつも楽しみにしている、動画のチャンネルでプロボッチチャンネルさん、それから九州のロバライダーさんのチャンネルなどね、私の大先輩でバリバリの、バイク乗りさんがですね、バイクでのツーリング風景をバックグラウンドビデオにしながら人生観を語る、そういうチャンネルがありましてね、いいなって、私もそんなのやってみたいなってことで今回チャレンジしてみます。ちょっとお若い方にはあんまり面白くない内容かもしれませんが、これから定年を迎えるとか、人生第二の人生をどうエンジョイしたいかとか、そういったことを考えるタイミングに来ている方には共感を得られる内容かもしれないなと思います。ああだこうだとつれづれに喋りますが、どうぞ最後まで見ていってください。かぶじいさん、今はですね、中央道をですね、諏訪方面に向かって走っているところですね。真夏真っ盛りの日差しですね。実は去年かぶじいさんは普通自動車からこの小さな、軽自動車に乗り換えましてね、カブの時はかぶじいさんで、この軽自動車で、走ってる時は KG さんということでね、どうぞよろしくお願いします。はい、今中央道諏訪南出口でね降りまして、一般国道へね出ようとしているところですね。これからこの国道425号線をですね、白川湖立科方面へ向かって、走らせているところです。埼玉の家を出た時はね35度ぐらいあって本当猛暑だったんですけど、今ここはねもう気温24度し、窓を開けてねもう涼しい風浴びてます。緑色の田んぼが綺麗ですね。はい、425号からなんと国道17号白川湖方面へ向かいますね。17号はね我が家のすぐ前を走ってるんで、あの道を走っているとここへ来るってことなんですね。驚きました。というのは私の勘違いで、これは長野県の県道17号だったんですね。うっかりね勘違いです。
国道17号は日本橋を起点に新潟の中央区まで走ってるんですけど、この長野県は通らないんですね。この走ってる時は国道17号と完全に勘違いしてました。見渡す限りの田んぼの緑と遠くの山並み、白い雲に癒されてます。はい、今17号からメルヘン街道へ入ってきましたね。これから白駒の池というところをね目指して走ります。あちこちにね長野県らしくね信州そばの看板がね目につくようになってきました。遠くの山並みの頂がね真っ白い夏らしい雲にね隠れてますね。あっちの方はちょっと天気が崩れているのかもしれないですね。メルヘン街道立科エリアへ入ってきましたね。おしゃれなカフェとかレストランとか、あとコテージとかね、なんか避暑地の雰囲気がだんだんと色濃くなってきました。いいですね。次第に山道を登ってきます。こういう急な登りになりますとね、軽自動車はやっぱりねエンジンがねうーってうなりを上げてますね。一生懸命頑張って仕事してくれてます。隣の家内はねガイド本見ながらねどこで美味しいお蕎麦食べるかねもうキョロキョロ見てますよ。人間って不思議なもので、猛暑のね都会でセミの鳴き声聞くともうね暑苦しくてやめてくれなんて思ったりしますけど、こういう爽やかなね涼しい緑の高原で聞くセミの鳴き声っていうのは逆にいいな夏だなんてね、人間って置かれる環境でね感じ方が全く変わるもんなんですよね。山の斜面に沿ってねヘアピンをぐるぐるね回っていきながらだんだん標高がね上がってきてるなっていうのを感じます。早くね見晴らしのいい場所へねついて眺めたいですね。はい、今メルヘン街道麦草峠というねポイントを通過しました。最高地点なんですかね。はい、ここから、池の方をね目指してちょっと降りていきます。株じいさん、最初の目的地白駒池の駐車場に着きましたね。なんと駐車場いっぱいでね私が最後入れるラスト1台でしたね。あとは駐車場のゲートのところでね空き待ちになってます。私ラッキーでした。車を止めましてね、これから白駒の池を目指していきます。バイクの駐車場にねアドベンチャーバイク、これトライアンフですか、かっこいいですね。アドベンチャー系バイクへのね憧れじいさんもいっぱいあってね乗ってみたいなって思ってるんですよね。はい、ここから白駒の池へ目指してねトレッキングコースを歩いていきますね。はい、ご覧ください。これ遊歩道のね周囲ですね。地面一面でね滑稽に覆われてひんやりと、そして独特の木から発せられるヘッドンチッドですとかね苔の香りとかねすごい癒されます。こういう原生林で覆われた人の手がねあまり入ってないこういう場所から発せられるなんて言うんでしょうか、大地からの力とか木々の力、そしてこの場がもたらす空気感、そういったものがこう体に染み込んできますよね。とってもいいな、癒されます。ここは白駒の池へ直接ほとりへ行く道と池をぐるっと回っていく道の分岐ですね。とりあえず池のほとりを目指してまっすぐ右手を行こうと思います。この原始林、そして苔むした大地がもたらすこのなんて言うんでしょうかね、圧倒的な力っていうんですかね、それを感じますね。普段都会じゃ感じることのできない自然の力を体が受け止めてるというか感じます。はい、白駒の池がね遠くに見えてきましたね。株じいさん、はい、白駒の池にね到着しました。この小さな池なんですけどね、この池の上をね
走ってそよいでくる風が最高に爽やかで気持ちいいです。はい、転がってる石にね、ちょっと腰を下ろして小休止です。家から持ってきたね、ドリップしたコーヒー、それからね、おやつをちょっとここで楽しみます。もう最高に贅沢な時間ですね。はい。小休止をした後ね、すぐそばの白駒の池のね、山荘の脇を通って池に沿ってぐるーっと歩いていきます。この山荘の脇にはね、こういう風にね、テント泊をするためのね、こういうエリアが設けられてましたね。こういう風に平面が出されてると、小さいテントはね、設置するのも楽でいいですね。こんなところもね、転泊してみたいなって思いますね。はい、山荘を後にしてですね、白駒の池をね、ぐるっと回る周遊の道の方へ来ました。さっきまでの苔の雰囲気からちょっと変わってね、こう草がこう生えてる感じ、に変わってきましたね。これは何でしょう。湿気とか太陽の差すそういう環境がもたらす違いでこうなるんですかね。池のほとりに降りるまでのね、広い木道から一転、この細いね、木を渡しただけのね、木道に変わってきました。ところどころね、湿気で木も腐りますしね、この足元グラグラするところもあってね、転ばないように注意しながら歩いてます。この白駒の池周辺には480種類以上のね、苔が蒸してるそうなんですけど、ここはもののけの森といって有名なムツデチョウチン苔というのがね、群生しているそうです。すごいですね。映像ではちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、この遊歩道の木の木道ですね、結構傾斜アップダウンがありまして、よそ見して歩いてるとね、つい踏み外したり転びそうになるんで危ないんですね。要注意です。今ちょうど池を半周ぐらいしたところまで来ましたね。はい、池に空と雲が映って綺麗です。はい、しばらく進みますとね、木道のエリアが終わって土の遊歩道のエリアです。これは台風かなんかで根こそぎ倒れたんですかね。すごいですね。自然の嵐の爪痕ですね。かぶじいさん。かぶじいさんチャンネルは、還暦を過ぎた私かぶじいさんがクロスカブとの出会いで人生が変わったをメインテーマに、ツーリング、キャンプ、ハイキング、登山、旅行、さまざまな道具、そして人生のお話などなど何でもありのゆるいチャンネルです。よく噛むのがたまに傷ですが、ドンマインド、チャンネル登録、高評価にコメントもどうぞよろしくお願いします。白駒の池を3分の2ぐらい回ってきたところにあるこの白駒荘でですね、ミルクたっぷりのソフトクリームとコーヒーでね、休憩をしているところですね。はい、小休止を終わった後ですね、白駒荘を出発してまた遊歩道を歩いていきます。駐車場の方向へね、今戻って歩いているところですね。年をとってですね、自分たちの子供も巣立って、家内と2人で過ごす時間っていうのが年を取ってくると増えてきます。で、お互いそれぞれがね、やりたいことをやるっていうスタイルもあるでしょうし、たまに2人の共通の趣味なんかがあればね、一緒にそれを楽しむと、そういった過ごし方もあるかなって思います。私の場合は家内とこういった低山山歩きだとか、ちょっとしたハイキングをするだとか、そういったことでね、一緒に過ごす時間っていうのが、今はね、大切なひとときだなって思えます。それと今私は65歳になりましてね、それまで働いてきた会社フル就労で働いてましたが、今は部分就労ってことで週3日働くようにしてます。で、その休みが増えたことをね、いかに有意義に
自分を見つめ直すような楽しい時間として使えるか、それが鍵ですね。それまで仕事一辺倒で何も楽しみがないみたいな人生を送ってきていると、いざですね、こうやって年取って自分の時間がたくさんできたとしても、一体何にそれを使うんだ、何に興じるのかって路頭に迷っちゃうなんていうことをよく聞きますよね。家でぼーっとしていて特にやることもなく過ごす。それでは寂しいですよね。やっぱり自分のやりたいこと、今までずっと働き続けてできなかったことをまさに今やる、そういうタイミングに来てるんじゃないかなって思います。それから1週間のうち、週5日働くフル就労パターンから週に3日間働く部分就労パターンになって分かったことが、1日おきに働く場合ですね、そのたぎまの休みの日にいかに仕事とプライベートを切り離して時間を使えるか、そこをうまく会社とか職場や職場の仲間と共有できていないとですね、結局休みになっても仕事の電話がかかってくる、メールが飛んでくる。そうするとやっぱり休めないんですよね。もう約40年間サラリーマンを続けてきてますとね、そのたぎまで仕事のことをきっちり忘れ去って休みに没頭するっていうのがなかなかできない、そんな風な脳みそになっちゃってるんですよね。ですから自分自身もオンオフの割り切り、スイッチのオンオフがねきっちりできるっていうのも大事ですし、組織の中でも自分とその仕事上のパートナー仲間たちとの仕事の住み分け、自分がオフの時いかに周りがカバーしてもらえるのか、そういった体制にないと、いくら休日だからといってもプライベートのことに没頭することはなかなかできないっていうことが、部分就労というものを実際にやってみて初めて分かった次第です。もう仕事とプライベートのオンオフをきっちりうまくスムースに切り分けるってことは一朝一夕にはできないことで、やはりね時間をかけた準備がいると思います。株じいさん、メルヘン街道下り途中にあるね、この有楽庵というね信州そばと地酒ミュージアムのあるお店へ入りました。見てください、これ地酒ミュージアムで壁一面にですね、さまざまな色とりどりの地酒が所狭しと綺麗にレイアウトされてまして美しいですね。はい、ここでお蕎麦いただきます。フル就労から部分就労に変えて、もう一つ自分が変わったなというか、意識していないといけないなと思うようになったことがあります。それはどういうことかというと、1週間のうち5日間連続で働く場合は、今週の目標はこういうところとか、今週はこれを片付けようとか、割とその1週間の中での目標を立てるんですけれども、これが週3日働くとなるとですね、一日一日をどう使うかをよりシャープにきっちり考えて仕事をしてないと物事うまく進まないんですね。やるべきことと後回しにしていいことをよりきっちり考えるようになったとか、それまでのちょっと大雑把な目標の立て方よりもよりきめ細やかにね、目標を立てるようになりましたね。はい。このことは私としてはちょっと意外な変化だったんですね。週5日働くフル就労から週3日の部分就労になることで、なんとなくのんびりちょっとね、ちょっとリラックスして仕事をするみたいな、そんな風になれるのかななんてことを勝手に想像してたんですが、実は
真逆でしたね。それは仕事の時間に対する考え方というか向き合い方の話ですけど、そこは自分が当初イメージしていたものとは全く逆でしたね。それがいいとか悪いとかじゃなくてですね、別の言い方をしてみると、働く日その日一日に対して、向き合い方にメリハリがあるとか、今日働いてまた明日働いて明後日働いてって、その流れの中で、何人でしょう、仕事をどう流すかっていうのを考えるんじゃなくて、飛び石で働く上では今日ここまで行こうっていうその目標の立て方とか考え方っていうのがより、きっちりなってきた。で、自分としてはそこに何て言うんでしょう、日々のメリハリがあって、そこはいいなと思ってるんです。で、一方で飛び石でやってくる休みになった時、その仕事の流れをどうしても引きずってしまう自分、どうしても仕事のことが脳みその片隅にあってですね、ちょっと気になってる、そんな自分がいる。まだこの部分就労に自分が慣れてない、うまく活用できてないっていうことを感じてます。徐々にこの時間の使い方、部分就労への向き合い方がうまくやれるようになるんじゃないかなってね、今は考えてます。株じいさん、ここで話をちょっと映像の方へ切り替えるんですが、長野県のバイク系 YouTuber マウントカムさんという方がいらっしゃって、その方はバイクでですね、信州のいろいろな場所にある地酒酒蔵をね、バイクで回って、お酒を紹介すると、そういう動画を上げてらっしゃって、お酒をたしなむ方にはね、そのツーリングとお酒のいろんなブランドとかを楽しめる、そういう動画です。信州の酒蔵巡りをやってみたいなんて思われる方はぜひご覧になってみてください。概要欄にね、リンクを貼っておきます。はい、お蕎麦をいただきましてね、お腹もいっぱいになったところで、これから、白樺湖の方を目指して走りますね。また私の人生トークに戻るんですけれども、当初私60歳を迎えた時にですね、それまで勤めていた会社をですね、もう定年退職してリタイアして、第二の人生にどっぷりね浸かろうかななんていうことを考えていたんですよね。ところがいろいろな諸先輩方々のお話、退職されてどうだったかとか、働き続けてどうだったかとか、いろんな方のお話を聞くにつれ、やはりずっとサラリーマン生活、フルに働いてきて、そこからある日突然ですね、毎日が休み、365日24時間ずっと休みみたいな、日々に切り替わると、その時間をどう使っていいか持て余してしまう。せっかくの第二の人生のはずが、何をどう楽しむか、にわかにはその生活のモードに入っていけないで、ぼーっとしてしまったり、中には、仕事から離れることでちょっとボケが進んでしまうとか、ちょっとネガティブな分もあると。株じいさん、一方でそういうケースとは真逆ですね。もう満を持してですね、その365日24時間もうフルに自分のプライベートのことに使えるって、このね、やっとやってきたこのチャンスをね、もうすごい有意義にエンジョイされている方、そういう方ももちろん世の中にはたくさんいらっしゃいますよね。で、私が思ったのは、やはりそういうふうに365日24時間を有意義に持て余すことなくうまく使っていくためには、それなりの準備とか心構えとか、なんでしょう、仕込みというか、そういったものが
いるんじゃないかなって感じるようになりました。で、一気に、定年退職リタイアするんではなくて、少しまだですね働き続けつつ、そのリタイアした時どんな風に過ごしていくかとか、何に挑戦したいかとか、どう過ごしたいかとか、そういったことをよーく考える、そういう期間を設けた方がいいなって漠然と考えるようになり、仕事をしばらく続けようってことで続けてきました。そして今65歳になってですね、とりあえずフル就労から部分就労にして、オンとオフが互い違いに来る日々を過ごす中で、近い将来完全にリタイアした後の時間の使い方へうまくこう入っていける、軟着陸できるというか、そういった、段階的なこの人生の移行というか、そういったものを目指して今私は部分就労をやっていると、そんなことになりますね。先ほど私はこの部分就労の良さ、仕事と休みが互い違いに来る、それを私自身がまだうまく、その恩恵をうまく、享受できてない、うまく使えてない、自分のライフスタイルとして馴染んでないみたいなことを先ほど言いましたけど、いかんせん私まだこの部分就労を始めてまだ2ヶ月も経ってないくらいなんですよね。なのでまずはね、この生活パターンに慣れていく。で、次第にですね、オンオフのメリハリをつけた生活スタイルが馴染んでいくと思うんですよね。で、この部分就労っていうものをやってみたから、そのオンオフの切り替えの難しさっていうのを今分かっている、感じているわけで、やっぱりね、何事もやってみないとわからないですよね。そしてそこへ馴染んでいくには期間がある程度必要だと思ってますんで、この部分就労っていう就労スタイルを選んだこと自体はね、決して後悔はしてないです。未来への準備期間、助走期間と思ってね、今過ごしているところですね。株じいさん。はい、今車はですね、白樺湖の湖畔の道路に入ってきまして、白樺湖へ来たのはね、かれこれ30年ぶりぐらいになるんですかね。まだ若い頃ですね、大きいバイクに乗ってた頃、ツーリングでね、職場の仲間と来た記憶、あとは子供が小さい頃ですね、家族でここへね、キャンプに来た思い出がありますね。真夏の空、青い空、そして真っ白な雲、そしてこの美しい湖畔の風景、いいですね。あとですね、65過ぎて部分就労に入ったということで、人生の中のモードで言えば徐々に、仕事から遠ざかっていく、やがて、サラリーマンとしての人生に幕引きをするタイミングが近づいてるわけで、そういった自分がね、組織の中であるべきありようっていうか、自分としてはこうありたいなっていう姿を思い描いてね、決して老害にならないように、もしくはね、バリバリの頃の自分を振り返って昔はこうだったとかね、選ぶるとか、そういうことのないようにね、なんて言うんでしょうね、いわゆる職場での老害にならないように、ひっそりとね、徐々に幕引きに向かって過ごす、そういうのが大事じゃないかなって思ってます。うまく言えないんですけど、いつまでもね、現役バリバリだった頃の自分とね、勘違いして職場で存在してるってはないようにね、そういうことがないようにありたいって思っている株じいさんです。なんか取り留めのない話をね、永遠としてしまいましたけど、今回はサラリーマンとしての自分がフル就労から部分就労に変わってみてね、思うことなどをね、つれづれに語ってみました。これ何かのね、皆さんの参考になれば幸いですね。
はい、今回はこの白樺湖畔のね素晴らしい風景を見ながらこの辺で終わりにしようと思います。またこういったね人生トークもやっていこうと思いますので、次の動画も見逃さないようにぜひここでチャンネル登録していただいて、次の動画楽しみに待っていただけたらなと思います。また皆さんの人生観やですね、老後の過ごし方、就労の仕方などいろいろな経験談やご意見などコメント欄にねたくさんいただけると嬉しいです。それでは次回またお会いしましょう。かぶじいさんでした。今回の動画いかがだったでしょうか。チャンネル登録、高評価、コメントどうぞよろしくお願いします。週末土曜日不定期で動画更新中です。チャンネル登録とベルマークをクリックしてぜひお待ちください。